あと一言話したらもう涙が出てしまうくらいの、自分アーティスト向いてないかもなみたいな、心と体がついていってない、どこまで行っても満足ってなれないわと思って、見返すぞって気持ちで、なんか今はもう許されなくなってきてるっていうか。こんなさ MV のためにさ韓国入ってさ、ボイトレしてレッスンしてってさ初めてじゃん。初めてよ。なんか準備期間が長い分よりどんどん日に日に緊張していかない。なんか、絶対成功させなきゃ。キベがなんかこのままだと練習ができない、このスケジュールだと練習ができませんってさスタッフさんに言ってさ2日間でスタジオとかよかった、頑張んなきゃって思った。ナイス、はい、成功したいから。やっぱり今回 MV 撮影だったりとかレッスンで来てて倍力が入っているので、すごいいい姿を見せたいです。なんか実感的にはやっぱりデビュー曲の「ライ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 」が一番みんなの耳には残ってるんじゃないかなって思ってて、そこからなんかみんなの中にマイラってこういうグループだよねとかこの曲がいいよねっていう印象を残してないのがすごい悔しくて、やっぱデビュー1年目ってなんか結構新人だし、こう初めてのことがたくさんあったし、デビューして活動してるっていうことにとにかく夢中で頑張ってたんですけど、なんかそれだけでなんかちょっと許されてたものが今はもう許されなくなってきてるっていうか。なんかこのままだとこう上に上がっていけないんじゃないかっていう不安とか焦りはやっぱあって、でも負けたくないです。やっぱ人生の中で一番好きな曲、好きだった曲とか、なんか死ぬ前に듣고 싶은 노래。死ぬ前に聴きたい曲。なんかもっとこう深いところでのなんかマインドセットのようななんかレッスンだったなって思って、こう殻を破るというか、なんか自分との戦いみたいなところはすごいあるし、그런 부분들은 내가 어떤 노래를 부를 때 그 내 공간이라는 게 있거든요. 그 소리의 크기는 작아질 수도 커질 수도 있지만 내가 설정한 내 노래의 공간은 유지가 돼야 돼요. 그래서 처음부터 사실 너무 큰 에너지감으로
너무 큰 에너지를 가지고 노래를 했다고 생각을 했어요. 조금 더 작은 공간감을 꽉 채워보는 식으로 노래하는 것도 좋을 것 같아요.日本ではこう強弱をつけるいう感じで教わってきたんですけど、今日のレッスンでは大きめに全部出してちっちゃく出すんじゃなくて、一個の空間の中での強弱のつけ方っていうのを教わって、声で感情表現をするのは皆さんが踊れなくても表情をうまく使えなくても、声で表現ができると思います。 가사를 통해서 어떤 감정을 담는 게 상당히 일반적인 음악의 표현 방식이죠. 그런 면에서 가사가 좋았던 노래 하나씩 생각해 볼까요? 安室奈美恵さんの「ファイトトゥゲダー」っていう曲なんですけど、地元から上京して母とこうバイバイになった時に、この歌詞がすごくその母からの応援の歌詞に思えるし、母もこれを一人になった時に車で聴いて泣いたっていうエピソードを聞いて、私がこの職業を目指し始めたのが本格的には中学1年生からで、今までここに来るまで3回事務所が変わって7年か8年ぐらいかかりました。うちの家庭が母子家庭で、お母さん一人で私と妹を育ててくれたんですけど、やっぱり金銭面的にもきついじゃないですか。きついけどもう寝る惜しんでまで働いてくれて、私にそのレッスンとかをずっと通わせてくれてて、レッスンに通えなかったとかも悩んだことも一度もなかったし、本当にお母さんのおかげで頑張れたし。さあ始めよう、新しい世界が呼んでいる。ほら見てごらん、いくつの海隔てていたとしても、いつだって支えてる。恐れずに前へ忘れないで We fight together。 와, 되게 힘이 나네요. 私も早く恩返しをしたいなってずっと思ってるので、その気持ちもありましたね。ありがとうございました。こう声を出すっていうよりかは、なんかこうちゃんと伝える、歌って会話だからっていう言葉がすごい刺さって、普段からこうステラに対してもこう伝える、ステラとこう会話するっていう気持ちでこうパフォーマンスしたいなって思ったし、勉強になりましたね。マイラのためにっていう、そのマイラの高音パートはリリアって思ってもらえるように、任せてもらえるような存在になりたいなって思ってます。最後ちょっと
今姫さ最初のセンターとかさ、ここ、あえて多分余韻残してるじゃん。それってなんかリコさんの言うと、ここ何も言われてないけどさ、なんか前やってた時に結構みんながカッてなるから手も動かないようにしてたね。カッてなってる。わかる？どっちがいいの？いいんじゃないか。姫菜がこの合宿中にあんまり自主練する時間がないからって言ってスタッフさんに言ってくれてスタジオを予約してくださって、こうパフォーマンス面で中止になることが多いから責任感として持ってるものがあるのかなって。あとさ、ここのさ下がるさ、タイミングを受け姫菜とかも前まではやっぱ一番年下だったし意見とかあんま言わなかったけど、今回の曲はすごい気合入っててアドバイスとかくれたりとか。3、4歳ぐらいから持ってるぬいぐるみなんですけど、もう気持ちを落ち着かせるためにもこのジャムを今回も連れてきました。この子が私が今まで練習生してて、嬉しい時も、不安な時も一緒にずっとそばにいてくれたのがジャムで、私のお守りなので一緒にいます。番組で韓国来た時は韓国語も最初は分かんない部分も多かったりとか、文化に慣れるのがすごく大変で、最初は結構ホームシック、心と体がついていってない。韓国から日本に帰ってくる時は悔しいって思いもありますし、すごい複雑な気持ちではあったんですけど、もっと頑張りたいって思ったきっかけでもあります。今かぶっている帽子もその当時いただいたもので、すごい今でも大事に使っています。やっぱ同じ韓国の場でもやっぱりその時の状況によって気持ちが全然違うなって思って、今韓国でマイラと一緒にいるっていうのもすごい不思議な感じ。最近なんですけど、自分でも知らないうちに感情がすごいパキッと変わったというか、そういうプラスな方に変わった。まだまだマイラのことを知らない方も多いと思うので、今回の新曲のリリースで人の頭の脳みその中に突き刺すようなインパクトをもっとこれから与えていけるように頑張っていきたいです。ここでもう一回マイラとしての色をみんなに見てほしいっていうので、全体としてすごくこの曲を素晴らしいものとして世の中に出したいっていう気持ちでみんなの気合も入っているし、今自分がかけれるもの、費やせる努力を全てここにつぎ込みたいし、ウミンさんっていう韓国のダンサーの方にワークショップをしていただいて、ほぼワンコーラスぐらいの尺の振り付けを入れてもらって、 리듬감과 바운스 그리고 조금 필링 느낌을 좀 전달을 하는 수업 될 것 같아요. 네. 가봐라. 거의 좋았어. Give me a hey, the 7, 9, 4. 따따따따따따. Give me the 9, 4.
すごいレッスンが始まる前は本当に全部めっちゃ意気込んでたんですけど、なんか始まったら頭が真っ白になって次の振りがもう全然出てこないし、振り付けだけでもめっちゃ精一杯なのに、フリースタイルが途中の振りで組み込まれた時に結構焦って、あんまりこう自分らしさみたいなのが出せなかったんですけど、なんかこういう時こそこれがその振りの自分のパートだと思って、なんかその時にどれだけこうぶちかましてくれるかで決めてるから、それ見てるからって言われて、すごいなんかドキッとしたし、じゃあ次は鏡なしでこっち向きでやりましょう。大体みんなこっちに来てるから全員完璧だと思って電話だと思ってください。준비되면 얘기해 주세요. 準備できたら教えてください。많이 안무를 많이 여기 뭐가 이렇게 그러는지 안무 틀리고 긴장해서 그런지 緊張してるとかそういう時も鏡がないので結構振りが落ちてるところが多いな。 이것도 훈련 중 하나라서 訓練のうちの一つ 정신 꽉 차려야 돼. なのでちょっと集中して。フリースタイルの周りの人がそこの人たちの表情が死んでたりとか、私がポテちゃんのファンだったらポテちゃんが踊ってなくてポテちゃんを見てるし、リリアちゃんを見てるしずっと見られてるわけだから、そこを休み時間にしちゃうともったいない。デビュー前にフリースタイルの向かい合って行ったりしてフリースタイルの夏さんの人やったので、あの時の方がおらずずっと来たかな、正直なんかデビューできるかできないかみたいな時期で追い詰められてた時とかギラギラしたなと思う感情が見えてたんだけど、みんな的には何点なんですか今ですね。30点。この最後の本気でやれって言われて30点って答えが全て違う。まあ、ステージ上と思えなかったっていうのは正直なところで、俺はもっとできるって思うからショックからです。やっぱり頭で考えることが先走っちゃって、結果的にそのパフォーマンスとして持っていけなかったなっていうのはあったし、こう有名なダンサーさんがいる中で発言とかがあんま出てこない、みんながもっと前に出るっていう意識が必要なんじゃないかなって思いました。今パフォーマンスして何%だったって聞かれた時に、ことがその 30% ぐらいだったって言ってこうすぐに意見を言えたメンバーがことしかいなくて、なんかその前らに足りてない部分みたいなのが結構明確にそこで出ちゃったなと思って、自分のことが嫌いになりそうでした、本当に。表現者としての自分をすごい疑っちゃったっていうか、ここに来てよかったのかなとか思っちゃった。あと一言話したらもう涙が出てしまうくらいのギリギリだったから、辛いのが限界を迎えて泣いてしまったら、もうそれ以上自分に厳しい言葉をかけれなくなっちゃうじゃないですか、先生が。ことちゃん泣いちゃったから、これ以上本当は言いたいことがあるけどアドバイスしたいけど言えないっていう風になったらすごい嫌だし、厳しくても全部受け止めたかったので泣かないようにしました。もう泣き始めてしまったから一旦全部出そうと思って止まるまで、泣いちゃいました。どこにいてもさ、大事なパートだから、どこから見てもその子は見えるし、でもそれをみんな意識してた一つがきっと5人になった時にパーってきっと見えるはずだから、
頑張らない。5人で一緒にこういうきついレッスンを受けれてることが嬉しいし、めっちゃ悔しいから、そのスタッフさんに言われた言葉が悔しいぐらい、なんか見返すぞって気持ちでやりたいなって思う。琴恵がここにいていいのか分かんなくなったって言ってたんですけど、それはもう絶対違うよって思ったし、だったらここにいないと思うし、今まで頑張ってきたのが今ここにやってるシマエラだから、私はエミです。よろしくお願いします。Okay, okay. 1, 2, 3, up and yeah. 이 팔을 레벨 2만큼. 今日はまた切り替えて、また前に出るぞって気持ちで、先生の横、よく見える位置に立ってみたりとか、今しか受けれない時間っていう気持ちで受けたし、自分アーティスト向いてないかもなみたいな本気で昨日思ったし、でもすごいなんかこっちゃんがその泣きながらすごい目見てなんかみたいな顔されて、なんかそれが私がプラスにしてあげるよっていう気持ちになりました。今は親友以上家族未満、もう親友は超えたような気がしますね。こっちゃんと最初会ってオーディション番組出るってなった時に、この自分の順位をなんか予想するみたいなのがあって、一番最初に私は1位だと思うって言って、こっちゃんは自分は101位だと思うって言ったんですよ。だから自分はめっちゃ自信あって、こっちゃん全然自信なくて、なんか番組始まったらなんか急に負けず嫌いこっちゃんがなんか出てきて、絶対負けないぞみたいなのが結構自分的には衝撃的で、オーディションが終わってこういうプロジェクトを今進めてるんだけど、ちょっと会社に来て話を聞いてみないっていうふうに言ってくださって、行ってみたら安藤ゆいちゃんもこのプロジェクトに誘おうと思ってるんだよねって言ってくれて、お互いのまだ叶えたい夢も残ったままだし、運命っていうか琴結がこう最終的に夢を叶える場所なんじゃないかなと思って、いや絶対ここにしようって言って誘いましたね。こうゆいの人生も一緒に巻き込んでいるわけだから、絶対に成功させなきゃいけないのにっていうなんか勝手に責任感を負ってしまう時もあるんですけど、なんか相棒みたいな、なんかお互いがお互いのなんか苦手なところをこう補い合えるなっていうのはすごい思うので、なんかライバルでありつつもなんかお互い支え合ってるみたいな。最初は2人だけの夢だったけど、今は5人で同じ夢を追ってるので、いい結果になると信じてます。And 1, 2, 3, boom, boom. 1, 2, 3, 4, cut, cut. Hit it. おー、そうです。家の後ろのでも30分で30分。チームがそうそうだな。チームで構成をつけてるし。ね。
いつも通り最初から集中してアドバイスいただいたことは全力に向き合うっていうのを今日も意識して、昨日よりもっと集中力が必要だったんですけど、熱意が今同じだなって本当に思うので、みんなできついことを一緒にやれてるのが嬉しいし、本当幸せです。絶対に昨日みたいなことは言わせないと思って、なんかここまで気持ちと集中力さえあればできるじゃんみたいな、なんかそういうちょっとした成功体験みたいなのを今日なんか積み上げることができて成長したなじゃないけど、こうなるとは思ってたんです。그 이제 뭐 안무를 제작하는 거랑 구성을 만드는 거는 사실 시간이 되게 짧아서 다 너무 잘했어요. こういうことをちゃんと考える基礎が必要っていうことを頭に入れておけば、今後どういうふうに踊っていけばいいかというのは自然に分からなかったです。그래서 연습만 아니면 토니까練習をしてください。ね。ありがとうございます。감사합니다。お疲れ様でした。おやすみなさい。その練習生時代のレッスンの雰囲気だったりとか、そういうのも思い出しましたし、やっぱ過去の自分がいたから今の自分があると思うので、涙を流さなかったです。大丈夫ですか？ね。オーディション番組でよく行ってた場所だったんだよね。あ、そうなの？懐かしい気持ちになった。懐かしいね。だから入った瞬間、あれ？と思って、そうなんだ。でマイラになったからこの過去の場所に行ったり、この過去のことを思い出しても懐かしいって思えるし、頑張っててよかったなって思えることも多いですし、やっぱり一つ一つのことが自分のためになっていることだなっても改めて思うので、後悔はしてないのかなって思います。結構きつい時もさ、ずっと5人が一緒にいるからさ、もっと絆がなんか深くなってそうだなってめっちゃ思う。思う。それは本当に思う。泣きそう。姫がそんなこと言ってくる。マジわかる。姫の口から。ね。絆深まってるよね。泣いてる。最年長としてなんかやんなきゃいけないことってなんだろうみたいな感じで結構悩む時期もあったんですけど、どれだけ自分がちょっと長く生きてたとしても全く違う人生をみんな歩んできてるわけだから、どこで何をどのぐらい強く感じてとかそういうのにも全く個人差があると思うし、メンバーが必要としてる時に差し出してあげるっていう、なんかそういう気持ちでやってますやっぱりそのモデル業をしてた時はソロ活動なので動いてなんぼみたいなところがあったんですけど、マイラになって個人戦って思って一人で燃えてた部分をメンバーも巻き込みながらというか、マイラ5人で燃えれるかみたいなところにシフトできてる感覚が最近あるので、やっぱりこの MV5 人が絶対に同じ方向を向いて同じ気持ちでいるっていうのは確信してるので、絶対にそうしてやるんだっていう気持ち。
疲れた。大丈夫だよ。こんな気持ちね。めっちゃ食べた。強いな。包み込んでくれてる。強いよ。包み込むよ。これが前らの強さに変わっていくんだなと思うし、これからもこれがあったからまた一つ強くなれると思うし、この時間がすごい大事だし、ある意味素敵な時間だなと思うし、みんな同じ気持ちだろうなって思ったらめっちゃ頑張れたし、みんなも泣いてしまいそうなのに頑張ってるんだなって思ったらめっちゃパワーが出てくるから頑張れた。だから絶対に乗り越えられると確信している。もう今の前らに乗り越えられないものはないと確信しています。어쩌겠다. MV 촬영 열심히 하겠습니다. 마이라 3, 2, 1, GO! 絶対にマイラは成功するので、そのための身支度をしてる期間、バチャバットがこの登っていく序章というか最初の章になったらいいなと思うし、絶対に大丈夫だと思います。